今日もやっていきたいなと思いますけれども、この前ね、自分の昔のミックスちょっと聞き返してみてたんですよ。で、そしたらね、その時にちょっと思ったんだけど、ミックス自分でしてて、BPM とかキック合わせとかちゃんとできてるはずなんだけど、なんか気持ちよく聞こえないなみたいなことってありません？僕めちゃくちゃあったんですよ。上手い人の DJ 聞いてると本当に違和感なくスムーズに繋いでいくじゃないですか。聞いててやっぱり気持ちがいいというか、こうミックスしてる間もそれはそれで一つの曲として成立してるみたいな、無理やり感がやっぱないんですよね。僕もね、大いにつまずいたところではあるので、今回は僕が今までに僕なりにこう学んできたミックスしてる時の音の濁りだったり違和感だったりとか、なんか気持ちよく聞こえないなみたいな現象の原因と、あとその解決策をね、ちょっと話していきたいなと思います。まずね、そもそもミックスっていうのは曲と曲の足し算なわけじゃないですか。もっと言うと音と音の足し算ですよ。その足した結果に何らかしらの無理が生じていたりとかすると、音がごちゃついて聞こえたりとか、ひどい時は音割れしてしまったりとかするわけですよね。試しにね、何もせずに2曲同時に鳴らしてみたらわかると思うんですけど、もちろん聞けたもんではないです。ボリュームメーターも赤に振り切っていて音割れもしちゃってます。当たり前なんですけど、曲ってやっぱりその曲単体で聴いて気持ちよく聞こえるようにできているので、何も考えずにね、別の曲をドカンと重ねちゃうと、どうしてもやっぱり音量的にもね、無理が出てしまいます。その音を重ねた時に出てきてしまう違和感みたいなものをきちんと整えてあげるっていうのも、選曲とは別のね、DJ の大事な仕事かなと思うので、この辺をちょっと話していこうと思います。まずね、音が濁って聞こえるなって思った時に見てほしいのが、同じ音域同士のぶつかり合いです。DJ アプリに波形ってあるじゃないですか。あれも音の状態を見る一つの目安なんですけど、もう少しね、簡単に考え直してみると、音を低音と中音と高音の3つのエリアに分けて考えてみてほしいんですよ。この曲の中の音を低音、中音、高音の3つに分けた時に、それぞれがどれぐらい含まれているのかなっていう。ダンスミュージックなんかね、やっぱり低音が多いジャンルなので、低音の存在感がかなり大きいです。低音っていうのはキックとかベースみたいな特に低い帯域の音ですね。で、その上に中ぐらいの音域が入ってきます。ボーカルとかシンセとか、あとピアノとかもそうですね。メロディーラインの大部分がここに入ってくるって考えていいと思います。で、残りの高音成分ですね。高音成分はハイハットとか、なんかシャカシャカした金属っぽい音なんかがいい例ですね。こんな感じで3種類の帯域の音が、曲によってそれぞれの構成で入ってるわけですよ。で、ここに似たような構成の他のダンスミュージックとかゴリッと重ねてしまうと、もうそれぞれの帯域に入る余地がないんですよ。なので、曲を足し算する分、ちゃんと弾いてあげてくださいねっていう話です。じゃないと破綻してしまうので。曲の低音、中音、高音のそれぞれの帯域にちゃんと音が入るスペースを作ってあげてほしいんですよ。EQ を使って。特に低音ですね。低音はエネルギーがすごく大きいので、やっぱりそのまま重ねてしまうと音割れに直結します。なので一番しっかりスペースを作ってあげてほしいんですよ。EQ のローをしっかり削ってあげた状態で入れてあげると、その分スペースが空くので、低音同士のバッティングも防げて音割れもしにくいです。じゃあ音割れしてなければそのまま他は入れていいのかって言われると、そういうわけでもなくて、残りの帯域同士のぶつかり合いでもやっぱり音がごちゃつく原因にはなります。わかりやすいのがボーカルですよね。EQ で言うとミッドの部分。人間ってほらやっぱり同じ人間の声にどうしてもものすごい注意がいくので、特にボーカル同士を重ねてしまうとものすごく聞きづらいなっていう印象を受けちゃいますね。言葉とかもあるしね、特別情報量が多いので、だからボーカル同士はね、基本的に重ねない方が無難です。これを選曲だったりとかミックスする位置とかで回避するのが一番わかりやすいかなと思います。どうしても重ねたい時は EQ のミッドを使ってちょっと調節してあげたりとか、片方の歌を早めに弾いたりとかして、どっちの声を主役にするのかっていうのを決めてあげると聞きやすくなります。ボーカルの帯域って曲によって変わってくるので、ただミッド調節すれば全部綺麗に解決するっていうわけでもないからちょっと難しいんですけどね。気になるところをそれぞれ削っていくっていう感じがいいかなと思いますけど。これは高音でも同じですね。ハイハットが激しいもの同士を重ねてしまうとカチャ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 うるさいので、EQ のハイを使って整えてあげると聞きやすくなります。
こんな感じで今どっちの音を聞かせたいのかなっていうのを EQ とかフェーダーを使って決めてあげるイメージでやるとうまくいきやすいかなと思います。どの音域がどれぐらい目立っていそうかっていうのは DJ アプリの波形から目で見てある程度予想ができます。よく見るのが RGB で表された波形ですね。これは低音、中音、高音の違いを色の混ざり方でざっくり見せてくれる表示方法です。低音が多いところは赤系、中音が多いところは緑系、高音が多いところは青系に見えることが多いです。例えば緑っぽく見えるからここは中音が目立ってそうだなとか、赤っぽいからここは低音が入ってきそうだなっていう予想に使う感じです。こんな感じで曲と曲を合わせるときはどうしても音のぶつかり合いが起こりやすいので、ちゃんと住み分けをしてあげてメインの音の居場所を作ってあげると音のごちゃつきは軽減されると思います。なのでまずは難しいことは置いといて EQ を使って音の整理をしてあげる、聞きにくいところをちょっと削ってあげるっていうのは挑戦してみてほしいです。ですね、次にお話ししようと思ってるのがキーですね。皆さん学校の音楽の授業とかで習ったと思いますけど、日本語で言うところの調です。波長調とか異端調とか覚えてると思いますけど、そういうやつですね。これを英語でキーと言ったりしますが、このキーっていうのは簡単に説明すると、その曲を構成する中心となる音のセットです。わかります？意味。例えば C メジャーのキーの曲はドレミファソラシが中心になって構成されていることが多いです。要はピアノの発鍵の部分ですね。ここに C メジャーとは全然違う音で構成された、例えば B メジャーみたいな曲を混ぜてしまうと、どうしても不協和音になりやすくて居心地の悪い聞こえ方になっちゃうんですよ。特にやっぱりね、メロディーとかボーカルの強いところで混ぜてしまうとものすごく不快になりやすいので、ここは気をつけてほしいです。逆にキーが近いもの同士だと使われている曲のセットが似通っているので、重ねた時に違和感が出にくいです。共通の音が多いので。でね、その曲の相性を全部覚えなさいと言いたいところなんですが、いいものがあるんですよ。今説明したキー同士の相性ですね。DJ にとってはすごく重要な要素なんですけど、これを見やすく表にまとめてくれたものがあるんですよ。キャメロットホイールとかって呼ばれるものなんですけど、キー同士の関係性とか距離感を輪っかにして番号と AB で表してくれてます。基本的には同じ表記の曲同士とか、隣の番号同士とか、同じ番号の AB 違いとかあたりが比較的安定してつなぎやすいキーです。例えば 8A の曲だったら 8A、7A、9A、8B あたりがハマりやすいっていう感じです。DJ アプリはキーのところにこのキャメロット表記を出してくれてるので、ここも選曲の時にチェックすると選びやすくなると思います。自分のミックスに居心地の悪さとかね、なんか言葉に表せないような気持ち悪さみたいのを感じた人はキーを見直してみると改善されるんじゃないかなと思います。変だなって思うミックスは違うキーの曲に変えてみたりとか、あとはイントロとアウトロみたいなメロディーの薄いところで重ねてあげると違和感が少なくなると思うので、ちょっと工夫してみるといいと思います。あとね、どうしてもという場合は曲のキーを変えちゃうっていう手もあります。DJ アプリによってはキーシンクだったり半音単位のキー変更ができたりとかして相性のいいキーに近づけることができます。当然曲の印象変わりますし、特にボーカルとかね、違和感出やすいと思うので、その辺は自分の耳で確認しながら使うのがいいと思います。で、最後に見直してほしいのが、もう基本中の基本なんですけど、キックのズレです。もうできる人からしたら当たり前だろうって話だと思うんですけど、僕自身ね、やっぱり大事だよなと感じるところではあります。ここで言ってるのはもう明らかなズレ、ダダンダダンみたいな馬が走ってるような明らかなズレではなくて、微妙なキックズレです。そこに気づけるか直せるかみたいなところってやっぱり大事だなと思うんですよ。先に言っておくと、僕はビートシンク機能自体は肯定派です。便利なものは使えばいいと思ってる派閥なんですけど、最近はね、すごく DJ アプリも便利になってきているので、シンク機能でテンポとかビートを合わせたりとか、グリッドをね、目で見て合わせるっていう人も多いんじゃないかなと思うんですけど、ただね、キックは耳でも確認できた方がいいです。これは絶対。
というのもね、読み込んで分析かけた曲のグリッドが少しずれてるっていうこともたまにあるし、こうグリッドを目で見てね、完全に合ってるって思っても耳で聞いたらアタック音がちょっとずれてるっていうこともあるので、そういうのが原因で微妙にキックがずれてるとね、やっぱりなんていうか音のピントが外れてるように感じるというか、なんか解像度が下がったような感じを受けるというか、なので普段シンク機能を使ってミックスしてる人もキック合わせは耳でできるように練習することをお勧めします。強く。きっとね、自分のミックスがこうワンランク上がったような感覚あると思うので、その上でシンク機能を使って時短する分には全然ありだと個人的には思います。キック合わせはね、同じ曲を2曲並べてぴったり一致するまで練習するっていうのがおすすめです。はい、ということでですね、今日は、ミックスで音が濁る原因として3つ挙げさせてもらいました。この3つを意識してもらえればね、だいぶ良くなるんじゃないかなと思います。正直ね、僕も全部できてるわけではないんですけど、普段気にかけてることですね。普段ロングミックスあんまりやらない人、例えばヒップホップとかポップス中心にやってる人はそんなに気にならないことかもしれないですけど、自分のミックス録音して聞き直してみると、ここキックずれてんなちょっととか、ここボーカル同士ぶつかってんなみたいな気づきがあると思うので、ぜひ一回ね、自分のミックス録音して聞き直してみてほしいなと思います。今日の動画参考になったよっていう人はですね、よかったらチャンネル登録といいねよろしくお願いします。それではまた次回の動画で。You're